皆さん、こんにちは。ウォノミンチンセンです。今の時間は2時30分、2時半です。お昼ご飯を食べて眠たいなぁ、昼寝したいなぁと思ったんですけども、大好きなコーヒーを入れて、おやつを一つ食べて、このポッドキャストを撮っています。今日のおやつは知り合いにいただいたんですけども、オリオンという会社のフレッシーベリー딸기バナナ味をいただきました。딸기バナナ味。딸기いちごとバナナの味の調和が絶妙で、とても美味しかったです。私のストレスがポーンと飛んでいきました。先生、ストレスあるんですか？はい、あります。これを聞いている皆さんも、ストレスの一つや二つはあると思うんですけども、私のストレスはやっぱり子供たちの勉強です。車に例えると大学の入学が標準装備の韓国で子育てをするのはとても大変です。みんな勉強を頑張りますので、ほとんどの子供たちが塾に通うのも当然当たり前なんですよね。もちろんお金もたくさんかかります。韓国で子育てをされている皆さん、お疲れ様です。子供はいないけども、日本語の勉強頑張っている皆さん、本当にお疲れ様です。今から本題に入ります。今日は回転寿司について話します。私が回転寿司に入ってどんなことをしているか、回転寿司のネタの名前なども日本語と韓国語で紹介していきます。日本に行って回転寿司屋さんに入った時に必ず役立ちますので、ぜひ楽しんでください。私は回転寿司に入ったら、まず水もしくは緑茶を入れます。日本ではお水のことをお冷やまたはお水、水と言います。テーブルにはこういう蛇口があって、緑茶の粉も置いてあります。この小さなスプーンで3杯ぐらい入れて、さっきの蛇口ありましたよね。蛇口のこの黒い部分をコップで押すとお湯が出ます。私は今韓国に住んでいますけども、私の父は日本に住んでいます。お父さんはですね、気分が良ければ生ビールを頼んだりしています。鮮滅酒のことを生ビールと言います。ちなみに、병 맥주のことを瓶ビールと言います。캔에 들어간 맥주를缶ビール、生ビール、瓶ビール、缶ビール。ビールが好きな方は覚えておくといいと思います。次に用意するのは箸です。参考にすっからをスプーンと言います。後で出てきますけども、茶碗蒸しを食べたり、デザートを食べたりするときに必要です。次に用意するのが醤油です。醤油を入れる容器があるお店とないお店があります。ないお店では寿司を一つ食べて、寿司が乗っていたお皿に醤油をそのままかけて、それを使う場合もたくさんあります。そしてこの醤油に欠かせないのがわさび。鼻にツーンときますよね。私はこのわさびの辛さが少し苦手なんですけども、皆さんはいかがですか？わさびが鼻にツーンとくるのが好きな方も多いですよね。そしてその次に用意するのがガリです。ガリは生姜を薄くスライスして酢漬けにしたものです。お寿司ととても相性がいい食べ物です。生魚のばい菌とかウイルスの抑制効果もあるそうです。私はこのガリが大好きで、寿司と寿司を食べる間にこのガリをたくさんガリガリ食べています。ここまでのセッティングが終わったら、茶碗蒸しか赤だしを選びます。寿司は基本的に冷たいですので、何かあったかいこういう茶碗蒸しとか赤だしを一つ頼んでおくと体が温まります。実は私はこの茶碗蒸しが大好きで、回転寿司屋さんでは必ず頼む一品です。では、お寿司のネタを紹介していきます。
私が一番好きなのはやっぱりサーモンです。これは皆さんも大好きだと思うんですけども、サーモン、本当に美味しいですよね。この上に玉ねぎが乗っていたり、いろんなソースが乗っていたりしますよね。サーモンを鮭とも言うんですけども、回転寿司屋さんでは鮭ではなくてサーモンと言いますよね。その次に好きなのがマグロです。マグロのお腹の部分を大トロと言います。この大トロは口の中に入るととろーっと溶けるので、名前が大トロなのでしょうか。とろーっととろける。とろけるという動詞は固まっていたものが溶けて柔らかくなるという意味があります。その様子を表した擬態語、オノマトペがとろーっととかとろとろになります。このマグロを口の中に入れるととろーっと溶けていくんです。はあ、考えただけで幸せですね。大トロのトロはオノマトペが入っていたんですね。一つ覚えておいて、日本に行った際は大トロのトロを味わってみてください。では、どんどんいきます。ヒラメ、ヒラメの縁側。だいたい縁側と短く言いますよね。サンマですね。私こういう青魚がとても好きで、新鮮そうだなぁと思ったらサンマを食べます。カリビ、ホタテですね。卵、ブリ。ブリは韓国でもとても人気がある魚ですよね。ブリの煮付けとか私も大好きです。エビ。先生は生エビと言います。カツオ、煮アナゴ。煮アナゴと似ているのがうなぎですよね。皆さんはアナゴとうなぎ、どちらが好きですか？私はそうですね。どちらかというとアナゴが柔らかくて好きです。イカ。これは普通のイカですけども、コウイカ、カプオジゴのことをね、コウイカと言います。あと、足、おじごのたりのことをゲソと言います。イワシ、サバ、もしくはバッテラとも言ったりします。さっきも言いましたけど、私、青魚系がとても好きで、イワシとサバ、美味しそうだなって思ったら食べています。青魚は生臭くて嫌いって方も多いと思います。皆さんはどちらですか？私は個人的に日本のお寿司屋さんで食べる青魚はだいたい新鮮で美味しいなぁと思っています。次はタコです。はい、クイズです。タコの足は何本でしょう？はい、8本ではなくて8本と言います。覚えておいてくださいね。白子。これ、タラの卵巣だそうです。これは好き嫌い分かれると思うんですけど、私は好きです。どんどん行きましょう。イクラ、ウニ、アワビ、つぶ貝、ホッキ貝。あと、バーナーの火を使って魚の表面を少し焼いてくれる、そういうお寿司もあります。そういうお寿司のことを炙りと言うんですが、これはカツオを炙ったもので、炙りガツオと言います。同じく表面だけ炙った炙りサーモン。これ魚を焼いてくれますので、生魚が苦手な方も美味しく食べられると思います。
ぜひ日本の回転寿司屋さんに行った時に、この炙りという漢字、探してみてください。他にも炙りネタがバラエティ豊富に揃っていますので、ぜひ楽しんでみてください。はい。海苔巻きもたくさんあります。鉄火巻き。これ、マグロが中に入っています。きゅうりの入った海苔巻き、かっぱ巻き。かっぱは日本に伝わる架空の妖怪の一つです。その妖怪の好きな食べ物がきゅうりだったことから、きゅうりを入れた海苔巻きのことをかっぱ巻きというようになったそうです。そしてタンムジを入れた新子巻き。最後にゆぶちょば、いなり寿司。これぐらいのお寿司の名前が分かっていれば、注文するときに困らないと思います。今日は最低限のものの名前、お寿司のネタの名前を紹介しました。皆さんはどのお寿司が一番好きですか？よろしければコメント欄にサーモンとかタコとかコメントを残してみてください。皆さんが好きなお寿司のネタを参考にしながら、今度日本に帰った時に何を食べようかなと考えながら幸せな時間を過ごしたいと思います。それでは今日も最後までお付き合いくださって本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さん、こんにちは。ウォノミンチンセンです。今の時間は2時30分、2時半です。お昼ご飯を食べて眠たいなぁ、昼寝したいなぁと思ったんですけども、大好きなコーヒーを入れて、おやつを一つ食べて、このポッドキャストを撮っています。今日のおやつは知り合いにいただいたんですけども、オリオンという会社のフレッシーベリー딸기バナナ味をいただきました。딸기バナナ味。딸기いちごとバナナの味の調和が絶妙で、とても美味しかったです。私のストレスがポーンと飛んでいきました。先生、ストレスあるんですか？はい、あります。これを聞いている皆さんもストレスの一つや二つはあると思うんですけども、私のストレスはやっぱり子どもたちの勉強です。車に例えると、大学の入学が標準装備の韓国で子育てをするのはとても大変です。みんな勉強を頑張りますので、ほとんどの子どもたちが塾に通うのも当然当たり前なんですよね。もちろんお金もたくさんかかります。韓国で子育てをされている皆さん、お疲れ様です。子供はいないけども、日本語の勉強頑張っている皆さん、本当にお疲れ様です。今から本題に入ります。今日は回転寿司について話します。私が回転寿司に入ってどんなことをしているか、回転寿司のネタの名前なども日本語と韓国語で紹介していきます。日本に行って回転寿司屋さんに入った時に必ず役立ちますので、ぜひ楽しんでください。私は回転寿司に入ったら、まず水もしくは緑茶を入れます。日本ではお水のことをお冷やまたはお水、水と言います。テーブルにはこういう蛇口があって、緑茶の粉も置いてあります。この小さなスプーンで3杯ぐらい入れて、さっきの蛇口ありましたよね。蛇口のこの黒い部分をコップで押すとお湯が出ます。私は今韓国に住んでいますけども、私の父は日本に住んでいます。お父さんはですね、気分が良ければ生ビールを頼んだりしています。鮮滅酒のことを生ビールと言います。ちなみに、병 맥주のことを瓶ビールと言います。캔에 들어간 맥주를缶ビール。生ビール、瓶ビール、缶ビール。ビールが好きな方は覚えておくといいと思います。
次に用意するのは箸です。参考にすっからをスプーンと言います。後で出てきますけども、茶碗蒸しを食べたり、デザートを食べたりするときに必要です。次に用意するのが醤油です。醤油を入れる容器があるお店とないお店があります。ないお店では寿司を一つ食べて、寿司が乗っていたお皿に醤油をそのままかけて、それを使う場合もたくさんあります。そしてこの醤油に欠かせないのがわさび。鼻にツーンときますよね。私はこのわさびの辛さが少し苦手なんですけども、皆さんはいかがですか？わさびが鼻にツーンとくるのが好きな方も多いですよね。そしてその次に用意するのがガリです。ガリは生姜を薄くスライスして酢漬けにしたものです。お寿司ととても相性がいい食べ物です。生魚のばい菌とかウイルスの抑制効果もあるそうです。私はこのガリが大好きで、寿司と寿司を食べる間にこのガリをたくさんガリガリ食べています。ここまでのセッティングが終わったら、茶碗蒸しか赤だしを選びます。寿司は基本的に冷たいですので、何かあったかいこういう茶碗蒸しとか赤だしを一つ頼んでおくと体が温まります。実は私はこの茶碗蒸しが大好きで、回転寿司屋さんでは必ず頼む一品です。では、お寿司のネタを紹介していきます。私が一番好きなのはやっぱりサーモンです。これは皆さんも大好きだと思うんですけども、サーモン本当に美味しいですよね。この上に玉ねぎが乗っていたり、いろんなソースが乗っていたりしますよね。サーモンを鮭とも言うんですけども、回転寿司屋さんでは鮭ではなくてサーモンと言いますよね。その次に好きなのがマグロです。マグロのお腹の部分を大トロと言います。この大トロは口の中に入るととろーっと溶けるので、名前が大トロなのでしょうか。とろーっととろける。とろけるという動詞は固まっていたものが溶けて柔らかくなるという意味があります。その様子を表した擬態語、オノマトペがとろーっととかとろとろになります。このマグロを口の中に入れるととろーっと溶けていくんです。はあ、考えただけで幸せですね。大トロのトロはオノマトペが入っていたんですね。一つ覚えておいて、日本に行った際は大トロのトロを味わってみてください。では、どんどんいきます。ヒラメ、ヒラメの縁側。だいたい縁側と短く言いますよね。サンマですね。私こういう青魚がとても好きで、新鮮そうだなぁと思ったらサンマを食べます。カリビ、ホタテですね。卵、ブリ。ブリは韓国でもとても人気がある魚ですよね。ブリの煮付けとか私も大好きです。エビ。先生は生エビと言います。カツオ、煮アナゴ。煮アナゴと似ているのがうなぎですよね。皆さんはアナゴとうなぎどちらが好きですか？私はそうですね。どちらかというとアナゴが柔らかくて好きです。イカ。これは普通のイカですけども、コウイカ、カプオジゴのことをね、コウイカと言います。あと、足、おじごのたりのことをゲソと言います。イワシ、サバ、もしくはバッテラとも言ったりします。さっきも言いましたけど、私、青魚系がとても好きで、イワシと
サバ、美味しそうだなって思ったら食べています。青魚は生臭くて嫌いって方も多いと思います。皆さんはどちらですか？私は個人的に日本のお寿司屋さんで食べる青魚はだいたい新鮮で美味しいなぁと思っています。次はタコです。はい、クイズです。タコの足は何本でしょう？はい、8本ではなくて8本と言います。覚えておいてくださいね。白子。これ、タラの卵巣だそうです。これは好き嫌い分かれると思うんですけど、私は好きです。どんどん行きましょう。イクラ、ウニ、アワビ、つぶ貝、ホッキ貝。あと、バーナーの火を使って魚の表面を少し焼いてくれる、そういうお寿司もあります。そういうお寿司のことを炙りと言うんですが、これはカツオを炙ったもので、炙りガツオと言います。同じく表面だけ炙った炙りサーモン。これ魚を焼いてくれますので、生魚が苦手な方も美味しく食べられると思います。ぜひ日本の回転寿司屋さんに行った時に、この炙りという漢字、探してみてください。他にも炙りネタがバラエティ豊富に揃っていますので、ぜひ楽しんでみてください。はい、海苔巻きもたくさんあります。鉄火巻き。これ、マグロが中に入っています。きゅうりの入った海苔巻き、かっぱ巻き。かっぱは日本に伝わる架空の妖怪の一つです。その妖怪の好きな食べ物がきゅうりだったことから、きゅうりを入れた海苔巻きのことをかっぱ巻きというようになったそうです。そして単無地を入れた新子巻き。最後にゆぶちょば、いなり寿司。これぐらいのお寿司の名前が分かっていれば、注文するときに困らないと思います。今日は最低限のものの名前、お寿司のネタの名前を紹介しました。皆さんはどのお寿司が一番好きですか？よろしければコメント欄にサーモンとかタコとかコメントを残してみてください。皆さんが好きなお寿司のネタを参考にしながら、今度日本に帰った時に何を食べようかなと考えながら幸せな時間を過ごしたいと思います。それでは今日も最後までお付き合いくださって本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。